トップバッターは2023年放送の犬になったら好きな人に拾われた。原作は通称、犬ヒロと呼ばれる漫画作品で、マガジンポケットや少年マガジン R、月マガ吉にて連載されていたわ。タイトルだけでどういう内容か大体わかるのは、最近の作品って感じだぜ。そうね、タイトル通り、主人公の男子高校生がある時目覚めると、犬になってしまったところから始まるわ。どうしたらよいかわからず道で倒れていたら、クラスメイトの犬飼カレンに拾われ、ポチタと名付けられて、そのまま飼われることになってしまうのよ。チェンソーの悪魔かな？チェンソーマンじゃない。この犬になってしまった主人公とカレンによる、ちょっと変わったラブコメ作品って感じだけど、本作の最大の特徴として、あくまで主人公の視点による、ローアングルの描写が多用されている点があるの。ローアングル？ああ、なんかもう察してしまったぜ。まあ、そうよね。ヒロインであるカレンは、それはもうナイスなボディの持ち主であり、普段は無表情でクール系を装ってるけど、ポチタと二人だけの状況になると、途端に素の状態になって、とても表情豊かな可愛い女の子になってしまうの。そのギャップと、ローアングルからの描写が話題となって、一部では VR 風ラブコメなんて呼ばれていたりもするわ。ナイスバディな女子高生のローアングル。明らかに狙ってるぜ。当然、日常的にスカートの中が見えてしまうし、ポチタ視点で、カレンの着替えや入浴のシーンもバッチリ見られるのよ。なるほど、確かに VR っぽい。ただし、放送バージョンではそれらにはポチタの顔や足跡マーク、湯気などが入り、肝心の部分はほとんど見えなくなっているの。他に修正の小さくなったワンダフルバージョン、そして無修正になった完全ワンダフルバージョンの2つがあって、完全ワンダフルの方なら、女の子たちのたわわやお尻がバッチリ見られちゃうのよ。どうせなら完全無修正で見たいもんだぜ。放送バージョンなら各種配信サービスで見ることができるけど、ワンダフルバージョンや完全ワンダフルバージョンは、D アニメストアや DMMTV にて、それぞれ R15 や R18 で見られるわ。2作品目は2019年放送の荒井屋さんを紹介するわ。原作はコミックフェスタなどで連載されている電子コミックで、単行本では、荒井屋さんというタイトルで出版されたわ。もうこれアウトなやつだ。あらすじとしては、主人公の月島壮太がぎっくり腰になった祖父の代わりとして、実家が営む銭湯にて背中流しをする、いわゆる、さんすけのアルバイトを始めるの。今じゃもう聞かなくなった名称だな。で、ある時にその銭湯に、壮太のクラスメイトである柚木葵と、彼女の所属する女子バレー部の面々がやってくるのよ。日頃、彼女らとは険悪な仲だった壮太は、その憂さ晴らしも兼ねて、正体を隠しつつ、送信マッサージという名目で彼女らにセクハラ行為をする、という内容になってるわ。やっぱりアウトな内容だったじゃないか。やだー。本作はいわゆる、僧侶枠に属する作品で、アニメ版は5分間のショートアニメとして放送されたの。当然、作中では葵をはじめとした女の子たちの全裸シーンだけでなく、おせっせシーンなんかも含まれているわ。さすが僧侶枠だぜ。もちろん、通常の放送版ではそれらにはモザイクなどの規制がかかっていて、ここから先は配信版で、という一枚絵が挿入され、カットされてしまったわ。露骨に配信版に誘導してくるな。通常版なら D アニメストアや DMMTV などで見ることができるけど、アニメフェスタにて配信されているプレミアム版であれば、目隠しなどの規制はなく、しかも約2分間の超過激な追加シーンがあって、もうあれやこれががっつりと見られてしまうのよ。この内容でテレビ放送していたってのもすごい話だぜ。ちなみに現在では、さんすけというのは放送禁止用語にあたり、流しと呼ばれることが多いみたいね。東京の荒川区にあるとある銭湯が最後の流しと言われていて、それも2013年に終了してしまったそうよ。今じゃなくなってしまった文化ってわけか。一応、目黒区にあるとある銭湯では、始圧によるサービスを復活させたそうだけどね。3作品目は2021年放送の回復術師のやり直しを紹介するわ。原作はいわゆるナロー系小説のライトノベル作品で、累計部数340万部を超えるヒット作ね。昨今のライトノベル業界でその発行部数はかなりのものだな。ちなみに、ヤングエースアップにて、コミカライズ版も連載されているわ。本作の主人公は勇者に憧れる少年ケヤルで、ある時、彼は自分が癒しの勇者だと明かされ、術の勇者である王女のフレアに連れられ旅立つことになるの。実は自分が勇者だった。なんという王道パターン。ところがギッチョン。あれ？ケヤルの持つ回復の術には対象者の痛みや恐怖、そして経験といったものを、ケヤル自身も受けることになるという欠点を抱えていたの。そのせいで、役立たずと罵られ、
しかも清楚な印象だったフレアの本性は、ちょうど S のサイコパスで、薬漬けの虐待を受けることになってしまったのよ。直下型ブレインバスターみたいな落差だぜ。フレア以外の仲間からも虐待を受け続けたケアルだったけど、魔王との決戦時についに反旗を翻すの。回復の技で得ていた数々の経験により、いつしか超人的な能力を得ていた彼は、魔王が持つ賢者の意志を手に入れ、その力で時間を巻き戻すことに成功。勇者になる前の世界に戻り、フレアをはじめとした勇者たちに復讐するべく暗躍を始める、という展開になってるわ。思った以上にダークな内容でびっくりだぜ。で、肝心の復讐部分なのだけど、これがまたとんでもないもので、まず早々に、フレアは強制アーレイされるわ。おいおい。そしてその顔と記憶を改変して、自分の従者にしてしまうの。さらに仲間という名の聖奴霊を増やしていくことになって、その度に、アレなシーンが流れることになるわ。仲間という名の聖奴霊というパワーワード。放送版では BGM だけの無音なシーンや、光の帯などで目隠しされていたけど、規制が緩和されたやり直しバージョンでは目隠しが小さくされていたりしたわ。さらに完全回復バージョンではそれらも完全になくなり、おせっせシーンやセリフもバッチリ楽しめるようになっているのよ。ファンタジー版の僧侶枠みたいな内容だなほんと。残念ながら、配信ではやり直しバージョンまでしか見ることはできなくて、完全回復バージョンは DVD やブルーレイを買わないと見られないのがネックね。まあ、そこはやむなしって感じだぜ。4作品目に紹介するのはついこの前放送されていたエルフさんは痩せられない。最初はコミックガムで連載され、様々な電子コミック配信サイトを渡り歩いて、最終的にどこでもヤングチャンピオンにて完結した漫画作品ね。今は同誌にて、続編である新エルフさんは痩せられないが連載中よ。随分と日韓のあるエルフが出てくるな。あら、エルフイコールスリムなモデル体型というのは偏見よマリサ。本作はとある生態リラクゼーション店に、異世界からやってきたという、エルフのエルフだがやってくるところから始まるの。彼女は現代日本にやってきて、フライドポテトの味を覚えてしまったせいで、すっかりぽっちゃり体型になってしまい、そのせいで帰れなくなってしまったの。もはやぽっちゃりってレベルじゃないんだぜ。で、生態師の直江智厚が、そんな彼女をはじめとした異世界の住人たちを、元の体型に戻すために奮闘する、という内容になっているわ。あんまりな内容になるとは思えないんだが。まあ、確かにそこまでな内容ではないわ。ただ、マッサージを受ける際にエルフダたちが妙に生めかしい声を上げたり、ぽっちゃりしすぎたせいで服が破れて、たびたび全裸になったりするくらいよ。太ったくらいで服が破れるか。その際に、テレビ放送版ではたわわやお尻に大きな規制が入っていて、キャラの顔などで目隠しがされていたわ。世の中、こういうぽっちゃり体型に興奮する人も多いわけだが、つまりはそういうフェチ向けアニメってことか。平たく言えばそうね。一部の配信サービスでは、ポテポテバージョン、という規制緩和版が配信されていて、目隠しが小さくなっていたりしたわ。そして完全無修正のめちゃポテポテバージョンは、アニメフェスタで課金するか、ブルーレイ版を購入しないと見られないの。配信じゃなくて購入が必要なのか。だからちょっとハードルが高いけど、その手のフェチにはおすすめの作品ね。ちなみに余談だけど、本作のエンディング曲が地味に癖になっちゃうのよね。本当に余談だなそれは。5作品目は2020年から3期放送されている彼女、お借りしますよ。週刊少年マガジンにて連載中の漫画作品が原作で、単行本の累計発行部数は1300万部を突破している大ヒット作ね。確か恋人代行サービスの話だったか？そうね、主人公は大学生の木下和也で、初めて彼女ができたと浮かれたのもつかの間、わずか1ヶ月で別れを持ちかけられるの。その寂しさから恋人代行サービスを使って、水原千鶴という女の子と出会うわ。まさに理想の彼女といった雰囲気の千鶴のことを、和也は見栄を張って、本当の彼女だと家族に紹介してしまうことになるのよ。ありがちだが、実際にやると色々と大問題な話だぜ。千鶴もやむを得ずその嘘に付き合うことになって、そこから二人の距離が徐々に近づいていく、という感じのラブコメ作品になってるわ。こういうサービスって実際のところはどんな感じなんだろうな。なんでも原作者の宮島礼二先生が恋人代行サービスを知ったことがきっかけで、この作品が生まれたそうなの。そして実際に利用してみて、その経験を元に書いていたそうよ。実体験が元になっていたのか。本作はアニメ化によって知名度が上がり、その人気を集めた作品となっていて、2022年にはテレビドラマ化もされているわ。やっぱりアニメになると、目にする機会も増えるってもんだしな。さてそんな本作にも、テレビ放送版とは異なる無修正バージョンというものがあるの。
作中では主に和也の妄想という形で、女の子たちのあれやこれな姿が、それはもうじっくりと描写されることがあるの。さすがこじらせた男子大学生の妄想力。テレビ放送版ではその際にピンク色のモザイクが敷かれていたけど、無修正版ではこれが薄くなっていて、より過激になっていたのよ。そこまでなアニメじゃないが、そういうシーンには手が入ってるんだな。この無修正版は残念ながら、DVD やブルーレイといった映像ソフト版を購入しないと見られないけどね。通常版であれば、各種配信サービスで視聴することができるわ。どうせなら無修正版が見たいが、円盤に手を出すと沼るからな。迷うところだぜ。6作品目は2022年放送の週末のハーレムを紹介するわ。原作は少年ジャンププラスにて連載されていた漫画作品で、ウイルスによって男性がほぼ死亡してしまった世界を舞台に、コールドスリープから目覚めた主人公が、男性を救うための特効薬の開発を目指す、というストーリーになってるわ。男性がほとんどいない世界。ああ、すでに展開が読めるぜ。まあ、お察しよね。より具体的に言うと、とある難病にかかった主人公の水原レイトが、その治療のためにコールドスリープに入るところから物語が始まるわ。5年が経った頃、目覚めた彼が目にした世界は、MK ウイルスによって、男性の 99.9% が死亡していたの。生き残っていた男性は、レイトを含めたたった5人だけだったわ。本人にしてみれば一瞬で自分以外の男がほぼいなくなったんだ。ショックだろうぜ。現在コールドスリープに入っている男性も、1年足らずでウイルスによって死亡すると聞かされ、元大学生だったレイトは、ウイルスの特効薬を開発することを決意する。という内容ね。なるほど、そこまで聞けばまだ真面目な内容って感じもしてくるが、実際問題、あれな内容が満載なんだろう？まあ、ぶっちゃけその通りね。何せ男性がほとんどいない世界ですもの。問題となるのは当然、子作りよね。そんなすがすがしい顔で言うな。作中では、メイティング、と称して、生き残った男性が子作りに励んでいるわ。絶滅危惧種みたいなもんだし、そりゃ丁重に扱われるのも当然だよな。そんな内容だから、アニメ化が発表された当初は反響もすごくて、あの際どい内容がどこまで映像化されるのか気になる、というコメントが多数寄せられたわ。令和の時代に地上波で放送できることにびっくり、なんて言われてもいたくらいよ。私もびっくりしてるところだぜ。ちなみに PV が公開された時点で YouTube では年齢制限をかけられてしまったらしいわ。PV からしてそれだけ過激だったってわけか。そんなわけで、テレビ放送版ではメイティングのシーンをはじめとした、過激でなシーンには全て規制がかけられてしまったわ。ただ、年齢制限こそあるものの、各種配信サービスに無修正版が普通に配信されているのが救いかもしれないわ。無修正で見られちゃうのか。ごくり。ちなみに、映像ソフト版ではさらにド直球なメイティングのシーンを追加した、超ハーレムバージョンが収録されているけどね。最終的にはやはり円盤なのかい。7作品目は2012年放送のはぐれ勇者のエステティカを紹介するわ。原作はライトノベル作品で、コミック、弾丸にてコミカライズ版も連載されていたわ。ほう、これは知らない作品だな。いわゆる異世界召喚物作品ではあるのだけど、普通のそれとは違う点として、異世界に飛ばされた主人公の大沢暁が、その異世界であるアレイザードを侵略していた魔王を倒し、無事に帰還したところから始まるの。異世界から帰ってきたところから始まる。異世界おじさんを思い出したぜ。あれよりも全然先輩な作品だけどね。暁は魔王を倒した真の勇者として、機関車の保護、管理を目的とした組織であるバベルという機関に迎えられるわ。そこは一種の学校のようになっていて、そこで繰り広げられる学園生活を描く、という内容になってるの。ふむふむ、それだけ聞けばなかなか興味深い、普通の学園ものって感じなんだが。もちろん、そこにラブコメ要素やバトルものの要素も絡んでくるわけよ。で、しかもそこにな要素もあったりするわけか。そういうことね。ヒロインの一人は魔王の娘ミュウで、たわわも実った僕っ子という設定で、好きな人にはとことん刺さる属性を揃えているわ。そんな彼女が、暁から数々のセクハラを受けるシーンが多々あって、そういったシーンには、漏れなく謎の光や目隠しなどで規制が入っていたわ。勇者かと思えばとんだセクハラ野郎じゃないか。あ、だから、はぐれ勇者、ってわけか。そういう意味じゃないんだけどね。各種配信サービスでも、これらの規制が入った通常版しか見られなくて、完全版を見るには、DVD やブルーレイといった映像ソフトを購入しないといけないわ。これまた円盤か。な部分に焦点が当てられがちではあるけど、暁が辿ってきた過去など、かなり重い話もあったりするし、設定面は結構練られているから、そういう点でも見どころの多い作品と言えるわね。
今回最後に紹介するのは、2012年から展開しているシリーズ、アニメ版、ジョジョの奇妙な冒険、ジャンプ初の名作シリーズだぜ。週刊少年ジャンプ、にて、1986年から2004年まで連載され、その後は、ウルトラジャンプ、で現在も連載中となっている人気漫画ね。シリーズの累計発行部数は1億2000万部を超えているわ。今回紹介した作品の中でもぶっちぎりの人気作って感じだぜ。ジョースターの血を引く主人公たちが織りなす冒険劇、もしくは超能力バトル作品で、現在は第6部のストーンオーシャンまでアニメ化されているわね。第3部以降登場するスタンドと呼ばれる能力が特に人気を呼んで、以降のシリーズの定番能力となってるのが特徴と言えるわ。ファンなら一度は、こんなスタンドが欲しいって妄想したもんだぜ。しかし、徐々にそんな規制が入るようなな要素なんてあったか？マリサ。今回は別にな要素がある作品を紹介するって動画じゃないのよ。あれ、そうだったっけ？そうよ。本作の場合、規制が入っているのは、プロの部分ね。超常的な力を用いたバトルによって、たびたび人体が破壊される描写があるから、そういうシーンでは、黒い帯のような目隠し修正が入っているの。確かに、原作でも結構えげつないシーンがあったりしたもんな。また、第3部、スターダストクルセイダース、では、主人公の空城城太郎が、高校生でありながら喫煙するシーンがあって、そこでも同様の黒帯が入っていたの。原作の連載当時は80年代で、そういう不良を描くシーンは多かったもんだが、さすがにテレビアニメでそのまま放送するわけにはいかなかったか。あまりに不自然かつ露骨な黒帯が入っていたものだから、ネタにされたり、逆に興ざめしたという声もあったくらいよ。そんな本作の規制も、やはり映像ソフト版ではちゃんと無修正になっているわ。配信版では規制のあるバージョンしか見られないから、ジョジョの世界観を 100% 楽しみたいなら、円盤を見るしかないわね。ファンなら最終的に円盤に行き着くってわけだな。7部以降のアニメ化も期待したいところだぜ。というわけで、無修正版があるアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？てっきり今回は前編なアニメの紹介だとばかり思っていたが、まさか最後にジョジョが来るとはな。このチャンネルはなネタだけを紹介しているわけじゃないからね。ほう、それは知らなかったぜ。こら、動画を見てくれたみんなも、他の無修正アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。